こんにちは。野鳥撮影の朝です。今回は身近な場所で見られる野鳥たちをこれらの生息地別に20種紹介します。動画で紹介する野鳥はすべて流鳥といって一年中見ることができるので、バードウォッチングを始めたい方、初心者の方はこの動画を参考に探してみてください。まずは農耕地によくいる野鳥を紹介します。最初に紹介するのはトビです。農耕地だけではなく港や公園などさまざまな場所で観察できます。全長は59センチぐらいです。農村の電柱に止まっていたり、漁港で魚を狙っていることが多いです。警戒心はそこまで強くないため、電柱に止まっている際にゆっくり近づいて撮影するのがいいと思います。続いてスズメを紹介します。人間にとって一番身近な野鳥と言えるかもしれません。全長は 14.5 センチです。夏から秋にかけて農耕地の木に集まってねぐらを形成していることが多いので、簡単に見つけることができると思います。公園にいる個体は人に慣れているため、比較的撮影しやすいと思います。続いてこちらはホオジロという野鳥です。全長 16.5 センチでスズメより少し大きいくらいです。オスは木のてっぺんや電線で胸を張って鳴いていることが多いです。河川敷に生えている木はそこまで背が高くないため、藪のある河川敷の近くの木の頂などでさえずっている個体を撮影するのがいいと思います。続いてこちらはモズという野鳥です。全長は19センチ程度です。秋の農耕地の電線に止まっていることが非常に多いです。人が近づくとすぐ飛び去ってしまうので、建物や木に隠れながら近づき、音を立てずに撮影するといいと思います。続いて森林自然公園にいる野鳥を紹介します。まずはヤマガラです。全長は14センチ、スズメと同じぐらいの大きさです。広葉樹林によくいます。木の上から何かを叩き割っているような音が聞こえたら、どんぐりを割ろうとしているヤマガラを発見できるかもしれません。樹皮の隙間に食べ物を蓄える習性があるので、このような場所でカメラを置いて少し離れるとヤマガラが来てくれる可能性が高いです。続いてシジュウカラです。全長は 14.5 センチです。市街地の公園や庭などでもごく普通に見られます。ただし活発に動き回るので、動画の撮影は少し難しいです。日
水浴びをしているところを撮影するのがいいと思います。続いてこちらはコゲラです。全長15センチと日本で一番小さなキツツキです。雑木林などで木の幹を登り降りしています。餌を探している間は動き回っていて取りづらいので、くちばしで木を連続して叩く瞬間を撮影しましょう。続いてこちらはヒヨドリという野鳥です。全長は約 27.5 センチです。海沿いの公園などでもよく見かけます。鳴き声がとても大きいので、それをもとに単調することをおすすめします。意外と警戒心は高いので、撮影する際は近所の公園などの人慣れした個体を狙うといいと思います。続いてこちらはカワラヒワという野鳥です。全長は約 13.5 センチです。個人的には綺麗な湖のほとりで見かけることが多いという印象です。秋以降は数十羽から数百羽の群れを形成することがあるので、撮影するなら秋から冬にかけてがおすすめです。続いて川、池、海などの水辺にいる野鳥を紹介します。まずはこちらのカワセミをご紹介します。全長は17センチぐらいです。魚が生息している池や湖の周辺でよく見かけます。カワセミは好んで止まる止まり木があるので、一度見かけた場所で静かに待っていると再び姿を見せてくれることが多いです。続いてこちらはカルガモという野鳥です。全長は60センチです。特に河川のある公園ではよく見かけます。カモのほとんどは渡りをする冬鳥ですが、このカルガモは一年中見ることができます。近づくと静かに逃げていくので、対岸からそっと撮影するのがいいと思います。続いてこちらはアオサギという野鳥です。日本で繁殖する最大のサギです。全長は93センチです。特に河口付近でよく見かけます。かなり体が大きく特徴的な見た目をしているので見つけやすいと思います。ゆっくりと動いてくれるので撮影しやすいと思います。個人的には河川にいる個体よりも池や沼地にいる個体の方が逃げないでいてくれる印象があります。続いてこちらはシラサギの仲間たちです。左から小サギ、中サギ、大サギと体の大きさで区別されます。小サギは全長55センチから65センチ、中サギは全長56センチから72センチ、大サギは全長80センチから104センチ程度の大きさです。
サギは田んぼ、中サギは池や沼、大サギは川によくいる印象があります。続いてこちらはカワウという野鳥です。全長は81センチです。河川敷などでよく見かけます。数百羽のコロニーを形成していることもあるので探しやすいと思います。水に濡れた翼を大きく広げて乾かすタイミングがシャッターチャンスです。続いてこちらはウミネコという野鳥です。全長は45センチです。多くのカモメが渡り鳥であるのに対し、ウミネコは流鳥で、夏に見かけるカモメ類はほとんどウミネコです。大型のフェリーの煙突に止まっていることもあります。夏の漁港付近で誕生すると見つけやすいと思います。最後に一番身近な市街地によくいる野鳥を紹介します。まずはキジバトです。全長は33センチです。都会の駅などでも見かける市街地を代表する野鳥です。街中の電線に止まっている個体を撮影するといいと思います。続いてこちらはカラスですが、日本でよく見るカラスは2種類います。左がハシブトガラス、右がハシボソガラスです。ハシブトガラスの方がやや大型でおでこが出っ張っているのが特徴です。朝方、公園の近くの電柱に止まっているところを撮影するのがいいと思います。続いてこちらはムクドリという野鳥です。全長は24センチです。駅前のロータリーや街路樹などに集団でいることが多いです。公園の芝生にもよくいるので、撮影するならそちらがいいでしょう。最後に紹介するのは白石霊という野鳥です。最も身近な石霊の仲間と言えるでしょう。全長は21センチです。コンビニの駐車場でも見かけることがあるほど身近な野鳥です。地面で餌探しをする個体が多いですが、かなりのスピードで動き回るため、日陰で休んでいる個体や木の上にいる個体を探すのがいいと思います。いかがでしたか？今回の動画で紹介した野鳥はすべて一年中観察できる流鳥ですが、夏にしか見られない野鳥、冬にしか見られない野鳥、渡りの途中に日本に立ち寄る野鳥など、特定の時期にしか出会えない野鳥もたくさんいます。ぜひ季節を感じながら野鳥の観察を続けてみてください。新しい発見や感動が待っていますよ。次回の動画でもさらなる野鳥の魅力をご紹介しますのでお楽しみに。それではまたお会いしましょう。さようなら。